サワディーカップ優勢です。2024年3月23日世界周遊104日目です。ということで今どこにいるかというと、タイの首都バンコクに来ているよ。今日から1泊2日で隣の国ミャンマーのヤンゴンを旅したいと思います。クーデター後のミャンマーなのでいろいろね状況をお伝えできたらいいかなと思います。それではレッツゴー。マシャラ旅、今回はミャンマー総集編。タイから1泊2日でミャンマー最大の都市ヤンゴンを訪れます。それではどうぞ。2024年3月現在、日本人がミャンマーに行くときは E ビザが必要です。E ビザ申請の時に政府公認の保険に入らないといけないんですね。その保険が50ドル、そして E ビザが50ドル、合計100ドルかかりました。ただ申請すると彼はねその次の日に、そして私は、さらにその次の日2日後に降りたので比較的ね簡単に取得はできます。はい、ということで帝国通りミャンマーのヤンゴンに到着しました。はい、それではこれからね入国審査を受けます。ということで世界一周第10カ国目ミャンマー連邦共和国に到着しました。ヤンゴン国際空港、こんな感じです。全然人がいません。入国審査はね意外とすんなりいきました。じゃあこれから両替をして SIM カードを買いたいと思います。ちなみにこんな感じで空港には両替所がたくさんありますが、レートはねあんまり良くないみたいです。街でね両替した方がレートはいいそうです。 SIM カードは 3.3GB 使えて3万チャットなので日本円にすると2100円ですね。ちょっと高めです。ここミャンマーは2021年2月1日にクーデターが発生しました。その影響でスー・チー政権が崩壊、それで軍事政権になったんですね。そこから、3年かな経ったんですが、今でもまだ情勢が不安定な状態です。ネットも規制されていて VPN を使わないといろいろねアプリが使えないようなそんな状態です。あとは政府批判とかをすると拘束される可能性もあったりとか、カメラ回しててもね撮っちゃまずいところだと拘束される可能性があるので、その辺ね注意しながら撮影したいと思います。はい、ということでグラブタクシー到着です。空港からホテルまでのタクシーは13,200チャットだったので日本円で930円ぐらいです。ということで今回1泊だけするホテルに到着しました。ここセレナステイズホテルですね。ブッキングドットコムで予約してツインのお部屋1泊22ドルです。なので1人当たり11ドルでした。それではね早速中に行きたいと思います。ツインのお部屋です。シングルベッドが2つ。ただこのお部屋は、バスルームがね共有です。お部屋の隣がバスルーム。結構綺麗ですね。ミャンマーのホテルの Wi-Fi はすごく弱いということだったんですが、このホテルはね一応 2Mbps なのでなんとかねチャットのやり取りは問題なくできます。そして電気も不安定ということですが、今のところエアコンも問題なく使えているのですごく快適。ミャンマーの両替事情をちょっと紹介すると、空港とね街中でレートが全然違います。というのも正規レートと闇レートがあるからです。空港はもちろん正規レート、そして街で両替すると闇レートです。1ドル空港だと3050チャットだったんですが、街だと3300チャットでした。ただ両替所はなくて全部ね政府の
なんだろう、摘発みたいなのを受けて両替所が全部クローズしてます。なので街で声かけてくれたおじちゃんと交渉しました。ただ彼はお金をねちょっと盗まれてしまったので、どっちもどっちです。ということで今いるのヤンゴンの中心地なんですが、ここにね有名な寺院があるので、これからここに行きたいと思います。まず最初にやってきたのはヤンゴンの中心地、スーレーパゴダです。ここの入場料は1万チャットなので日本円で720円です。こんな感じ。中心には高さ48メートルの黄金の仏塔があります。そしてお花を買ったのでこれをねこれから献花します。これからミャンマーで一番有名な寺院に行きたいと思います。さっきのスーレーパゴダから 2.8 キロなので40分ぐらい歩きます。ということでミャンマーで一番有名な寺院、シュエダゴンパゴダにやってきました。ここ何が有名かというと、高さ99メートルの黄金の仏塔があります。ここはねミャンマーのシンボルです。それでは早速中に行きたいと思います。チケットは1人2万チャット、こちらですね。なので日本円で1400円ぐらいです。黄金の仏塔が本当にすごい。数年前に金箔張り替えたみたいですごく輝いてます。この寺院が建設されたのは6世紀から10世紀にかけて、この寺院もモン族スタイルの建築様式です。この仏塔高さが99メートルなんですが、ヤンゴンにはこの仏塔よりも高い建物を建ててはいけないっていうルールがあるそうです。おしゃれなカフェを見つけたのでここに入りたいと思います。この辺すごく雰囲気がいいね。結構ローカルですね。ということでヤンゴン市内にあるもう一つの有名な寺院、チャウタッチーパゴダにやってきました。この寺院どうして有名かというと、東南アジアで一番大きな涅槃像があるそうです。それじゃあね早速中に入りたいと思います。うわすごいな、これ本当に大きい。今まで見たことないサイズ。この東南アジアで最も大きな涅槃像、高さは 17.7 メートル、長さは 65.8 メートルあります。カメラに入りきんないくらい大きくて厳かな雰囲気がありますね。なんですが顔の様子、お化粧がすごく濃いです。涅槃像の背中にやってきました。こちらにもたくさんの仏像が安置されています。それぞれね仏像の表情、それからポーズが違います。この涅槃像の
着ている布、これ本物の布かなと思ったら、これも金箔ですね。豪華。クーデター後の夜のヤンゴンの街を散策したいと思います。ここメインの大きな通りなんですが、夜になるとこうやってね、小さな屋台がたくさん並んでます。軍事政権になりたての頃は夜8時以降外出禁止令が出てたみたいですが、最近はね解除されてるみたいで、結構活気はありますね。結構美味しそうなものたくさんありますね。こういう串だと1本1000チャットなので日本円で70円ぐらい。決してね安いわけではないけど高くもないね。ミャンマーね、ものすごく街灯が少ないです。だから大通りだったらいいんだけど、小道に入るとね本当に真っ暗なのでちょっと危ないかな。なんか街灯が少ないのもそうなんだけど、いろんなところで発電機が回ってるので、そもそもね電気があんまり通ってないのかもしれないですね。やっぱり電気とネットは不安定です。現在日曜日の朝8時半ぐらいですが、本当に人通りが多いですね。みんな朝早い。ミャンマーはねバイクがすごく少なくて、バイクタクシーはないんですね。代わりにこんな感じで自転車のタクシーがあります。もちろん料金は交渉制です。この辺からご飯屋さんとか、あとは市場になってるんで結構食べ物を売ってるお店が多いです。ミャンマー人の女性たちの顔を見ると、ほっぺたにね日焼け対策か何かのクリームをね塗ってて白くなってます。今回はねここの屋台でこんな感じでね路上に座っていただきます。すごく美味しそうですね。麺と春巻き、あとねこの野菜ちょっと辛そうです。冷えてるけどねすごく素朴な味で、朝でもねすごくいいかなと思います。美味しいですね。さっきの朝ごはんは麺と春巻きで2000チャットでした。日本円で140円。麺だけだと1000チャットなので70円です。めちゃめちゃ安いし美味しかったです。はい、ということで空港に到着しました。グラブタクシー、市内から乗って1万8000だったので日本円にするとだいたい、1300円ぐらいですね。とりあえず空港内に入ります。結構ねセキュリティも厳しいしカメラも危ないんで一回しまいます。ヤンゴン国際空港は大きい都市の空港ですが、この空港自体はねそんなに大きくないです。そして薄暗い。まだチェックインの時間じゃないですが並び始めたので私たちも並んでます。
キオスクがあればね便利なんですけど、残念ながらないので友人のチェックインカウンターでチェックインします。はい、ということでチェックインが終わりました。チェックインはね割とすぐできました。ミャンマー出国するときは入国カードとはまた別でね出国カードも書かないといけないです。はい、ということでミャンマー出国完了しました。イミグレーションのデパーチャーカードなんですが、あれね結構しっかり見られるのでちゃんと書かないといけないです。じゃあここにもねプライオリティパスで入れるラウンジがあるらしいので、これからそのラウンジに行きたいと思います。やってるかな。ラウンジはここです。ちょっと光ってて見えにくいけど、ミンガラスカイビジネスラウンジですね。まさかの空港で停電です。多分これ全部ストップしちゃってますね。エレベーターもエスカレーターも。停電は復旧しました。ただ飛行機がね結局45分遅れです。なのでバンコク着くのはどのぐらいだろうな、午後8時ぐらいかな。電気ついても相変わらず薄暗いですね。ということでタイのドンムアン空港に到着しました。私の席は非常口のシートだったんですが、なんかカップルがね隣に座りたいから代わってくれということで結局普通の席に座りました。はい、ということでイミグレーションに向かいます。はい、ということで今回の動画ではクーデター後のミャンマーを2日間にわたって旅しました。治安のね心配が少しあったんですが、実際旅してみるとミャンマー人はすごくね親切だし穏やかだし、旅はねしやすいかって言われたらそんなことないけど、でも問題なく旅ができました。やっぱり夜とかあとは場所によっては危ない部分があるので、その辺はね気をつけないといけないです。はい、ということでね今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。